親切5失敗だったな。夫が死んでから私はつくづくそう思った。夫はしばらく苦しんでいたようだけど、30分もしたら動かなくなった。すごく嫌な思いをしたのに、たったあれだけで終わらせるなんて、失敗もいいところだ。夫が死んでしばらくした頃、空き地だった隣に新しい家が建った。住み始めたのは私たち夫婦と変わらない年であろうと思われるが、新婚さんみたいだ。奥さんはかなりの美人で、ちょっと冷たい感じの人だ。旦那さんはずんぐりむっくりの普通の人。正直この奥さんとは全然似合ってないが、旦那さんは嬉しそうだから、私がどうこういう問題じゃない。奥さんは働いていないようで、日中はほとんど家にいる。買い物以外あんまり出かけたりしない。人と関わるのが好きではないような感じ。せっかくお隣になったから、何か親切をしてあげたいけど、話す機会もないから何もできない。でもお隣さんが来てから3年ほど経ったある日、私は隣の家の前で手帳を拾った。中を見て驚いた。隣の旦那さんが奥さんを殺す方法をいろいろ考えてメモっていたのだ。殺人レシピなんて書いてある。あの旦那さん、奥さんを殺す気なのかしら。おとなしそうで、そんなこと考えるタイプに見えなかったのに、人って本当に見かけによらない。でも、きっとこの手帳、奥さんに見られたらまずいよね。こっそり返してあげなくては。そうだ。旦那さんにどうして殺したいのか理由を聞いて、それが仕方のないことなら手伝ってあげよう。だってそれって親切ってことだから。何日かして旦那さんが家から出てきた時に、私はその手帳を渡した。これ拾いましたよ。そう言って差し出したら、旦那さん驚きすぎて目をパチパチさせている。中を。はい、見ました。これは、冗談というか、そう、小説でも書こうと思って、そのプロットというか、アイデアを貯めているというか、いいんですよ。そんなこと。誰にだってそういう気持ちになるときはありますから。だから、これは違うんだって、変な誤解はしないでください。なんて言うと、私を振り切って旦那さんは言ってしまった。でもその様子を見て私は確信した。あの旦那さんはきっと奥さんに不満を持っている。もしかして私の夫のように旦那さんを裏切っているとか。それなら殺したくなる気持ちはとってもよくわかる。私はそれから何度か旦那さんに話しかけたが、旦那さんはただの冗談だと言うばかり。私、わかるんです。わかるって何が？奥さんに不満があるんでしょ？私も夫に裏切られたことがあるからわかるんです。そうなんですか？ええ。でも、うちのは別に裏切ったわけじゃありません。
ただ、俺に興味がないだけです。なんなら、俺に死んでほしいと思ってるくらいだ。まあ、あなた奥さんにそう思われる。何かひどいことでもしたんですか？するわけないだろう。ただ、あいつは生活のために俺と結婚したんだ。だから、俺が死ねば高額な保険は手に入るし、万々歳だとか思っているんだよ。奥さんに死んでほしいと思われているなんて、なんてかわいそうな人なんだろう。それにすごく悩んでいるみたいだし、これは何とかしてあげなければ。それが親切というものだ。そこで私はいいことを思いついた。私、こういう時には必ずちゃんといい考えが浮かぶ。きっと母が私を導いてくれているんだ。だって、人に親切をするようにって教えてくれたのは母なのだから。でもあの旦那さん、最近私を避けているみたいだ。私の顔を見ると、こっちを見ないようにして、さっさと言ってしまう。私がせっかくこんなにいいことを考えてあげたのに、なんとか話をしなくては、と思ったけれど、なかなか旦那さんと話す機会がなかった。家の中から旦那さんが帰ってくるのを見つけて外に出ても、その時はもう家に入っているから間に合わない。せっかくこんなにいいアイデアを考えてあげたんだから、何としても教えてあげなくては仕方がないので、家の前で帰ってくるのを待ち伏せすることにした。私が家の前に立っているのを見たら、旦那さんはちょっとぎょっとした顔をした。いい加減にしてくれ。あれは冗談だと言っただろう。本気じゃないんだ。っていうか作り話だ。でも私、いいこと考えたんですよ。いいことって？だから、実際に死んでみるのはどうですか？何言ってるんだ。お芝居ですよ。お芝居。奥さんの前で死んだふりして驚かせてみせるとか。そんな馬鹿げたこと。でも、見たくないですか？奥さんがあなたの死体を見て驚き、おののく姿。なんなら、自分もこれから殺されるかもしれないなんて、怖がらせちゃうとか。死んでくれ、なんて思ってる人、少しくらい怖い思いさせたって、罰当たらないですよ。私がそう言ったら、旦那さんの心がちょっと動いたみたいだ。でも、どうやって。そこで、私は私の考えたストーリーを話してあげた。そんなの、うまくいくかな？それに、後で絶対に怒るよ。いいじゃないですか。ちょっとくらい怒ったって。でも、旦那さんは少し迷っていたけど、結局は承知した。やっぱり奥さんを懲らしめたいのだ。そうだよね。人をないがしろにしたやつには罰を。だよね。そしてこれは親切ってことだし。実際に私が考えていた計画は、旦那さんに話したのとは、ちょっと違うんだけど、それは当日のお楽しみ。私が奥さんに対しては、もっと大きな罰を与えてあげるの。これを知ったら、旦那さんだってきっと喜ぶに違いない。そうしてあの日、計画通りお隣の家の中に入った私は、ワインに睡眠導入剤を入れた。奥さんは結構早くに睡眠についた。
っていうか、私が家にお邪魔するときは旦那さん、もう帰っているはずだったのに、残業でまだ帰っていなかったから、ちょっと焦った。でも奥さんが、眠ってほどなくして帰ってきた。ちょうど奥さん、眠ったところですよ。そう言うと、旦那さんはほっとした顔をした。これで、こいつが目を覚ましたときに、俺は死体のふりをしていたらいいんだな。あ、それね。計画変更。もっといい方法があるの。え？本当に死ねばいいのよ。そう言って私は手にした包丁を持ったまま旦那さんに突き進んだ。やめろ！夫の時よりずーっと簡単だった。慣れって大事だ。旦那さんは何が起こったかわからないような顔をして、その場に倒れた。これで、奥さんは刑務所。あなたはもう死んでくれなんて思われなくなる。きっと生きていてくれたらって思ってくれるよ。死ぬほど後悔してくれるから。あなたはもう奥さんを殺そうなんて悩まなくてよくなるし。すごくいい方法よね。私がそう言うと、旦那さんはきっと安心したのだろう。そのまま息をしなくなった。それから私の奥さんを起こして寝室に誘導した。倒れている旦那さんにつまずいて奥さんが転んだ時は一瞬ヒヤッとしたけど、死んでいることには気づかなかったみたい。おかげで奥さんの衣服や体に血がべーっとりついちゃって、結果は上々。そうして翌日、隣の奥さんは警察に連れて行かれた。何もかも計画通り。私また親切をしちゃった。母は褒めてくれるかな。終わり。ご視聴ありがとうございました。次回は新しいお話になります。引き続きぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。